どうもいつもです。じゃあ早速やっていきましょうか。まずはですね、パースを設定していきましょう。ではメニューのレイヤーを選んで、定規とコマ枠を選びます。そしてパース定規の作成を選びます。で今回も一点通しを選びます。で一点通しを選んで、消失点をちょっとずらします。このパースに、グリッドを下の方にグリッドをつけたいので、ちょっとそちらの設置をしましょうね。まずはですね、こちらの操作っていうところがあるんですけども、そこをタッチします。でそこのオブジェクトを選びます。でオブジェクトを選んで、そしてこちらのツールプロパティってあるんですけども、オブジェクトっていうこちらを選んだ状態で、このパース定規のレイヤーがありますね。こちらを選びます。で、こちらのですね、マークがありますね。こちらをタッチすると白い枠がつきます。するとこうやってツールプロパティの方にグリッドの項目も出てきますので、それで選んでいきましょう。で今回は、真下の方に、つけたいので、こちらですね、 XZ 平面ですね、こちらをタッチします。こうやってできました。またこれでまだ調整したいなと思う時は、この操作を選んだ状態でオブジェクトを選んだ状態で、このパース線をちょこっとタッチすれば、こうやって先ほどのように動かせれますので、でちょっと消失点をちょっと中心からちょっとずらします。レイヤーの方にベクターレイヤーを作ります。ベクターレイヤーを作って、でそのベクターレイヤーで、線などを引いていきます。ベクターレイヤーはベクターレイヤー用消しゴムというのがあって、それで消すとすごく作業が、しやすいんですね。なので、パース線を引く場合は自分はベクターレイヤーをよく使ってます。じゃあ実際に屋上を描く前にもう一つやることがありました。それはですね、こちらの操作をクリックします。でこちらのオブジェクトに選んでおきます。でパース線をタッチして、でこういったマークが出ますよね。それでこちらのこの縦のパース線ですね、こちらを停止するマークですね。こちらをクリックして斜め線マークが出てますよね。ちょっと小さいんですけれども、これはこの縦線が引けないような状態になってます。そして図形のマークをもう一度タッチします。そして、長方形を選んでおいて、では、線を引いていきます。その前に必ず自分もよくやるんですけれども、ベクターレイヤーを選んでください。今設定した時にまたパース定規のレイヤーに戻ってるので、その際は必ずベクターレイヤーに、選びましょう。でそれでなんですね、長方形を描いていくんですが、このように図形の長方形などを使ってやると、ちゃんとその図形にもパースがついてくれるんですね。なので結構楽なんですね。でこれが、ビルの屋上ですね。今回は本当に、ランダムに描いています。屋上はだいたいこのぐらいの数にしときます。で次は、ビルの縦線ですね、それを引いていくのですが、ちょっとグリッドとか消しましょうか。グリッドを消す場合はこちらの操作を選んでオブジェクトを選んで、ツールプロパティを選んで、
で出てない場合はこちらのマークをタッチします。でこちら、選ばれている状態なのでこちらをタッチして消します。はい、で今度は今操作の状態なんですけれども、この状態でちょっと、はい、パース線をタッチします。今度はですね、縦線だけを引きたいので、今度は縦線以外は全部、停止にしときましょうね。はい、斜め線、はい、こちらの横のところもこちらも停止します。で縦線のところを復活させます。はい、このマークが、できるっていうマークですね。こちらの縦線では、縦線と横線では、斜め線の方はこの丸なんですけれども、これを斜めにしておきましょう。片方だけ一点通しの時は片方だけを消せば両方とも消えますね。はい、で今縦線だけ引けるような状態になってます。でまたベクターレイヤーに戻ります。で次は、ペンですね。ペンのところに戻って、今回も自分は丸ペンで描いていきます。このように線を引いていきます。重なってもあまり気にせず、あまりなんて言いますかね、同じ、高さとかにはしないようにというような感じで、ところどころはちょっと高いビルがあるっていうような感じで描いていくと結構いいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで線を引いてきました。今度はいらない線を消していきましょうね。ベクター用の消しゴムを設定します。一応このベクター用を選んで、消しゴムツールを選んで、ツールプロパティがあるんですけれども、このようにあるんですね。この消し方とか。それで自分はこの、アルファベットの T みたいなマークになってるやつを使ってます。はい、これですね。交点までっていう風に書かれてますね。はい、これを使ってます。はい、じゃあまた消していきましょう。こうやって消すとこうやって綺麗に消えるんですね。でこれはこんな感じで消すと、はい、綺麗ですよね。でこれで一応今皆さんは見ててちょっと複雑だなっていう風に感じている方もいらっしゃると思うんですけれども、これは自分描いている本人は大体分かっているので、皆さんも、描いてみると分かります。大丈夫です。はい、今回はちょっと省かせてもらうんですけれども、このビルに、また、パース線をつけて窓とか描いていきます。その窓とかつけるときはパース線の、また、操作を選ん
でオブジェクトを選んで、でこのパース線をタッチして、ですね、今回は、ビルの窓は、縦線と横線だけが必要なので、一応こういった、側面側の窓ガラスを描く際はこの斜め線とかのパース線も必要になってきますが、今回はこの真正面だけに窓ガラスを描くと考える場合は、この場合はこの縦線とこの横線のパースを引けれるような状態にします。はい、このように。でこちらの斜め線のパースは斜めマークになっているので、斜め線には引くことはできません。でそれでちょっとやってみましょう。本当に簡単なビルの線になってしまうんですが、このように描いて、でちょっとあれですけどではい、このようにして、でまたベクターレイヤー用の消しゴムツールに変えて、で必要ない線を消していきます。でちょっとこれはどうなってるかな。一応このままでもいいですし、またちょっとこうやってやるのもいいんじゃないかなと思います。はい、で次なんですが、窓はもう今回はこのぐらいにさせてもらいます。はい、今度はですね、ちょっと向こう側にビルの影を描いていきたいんですね。でそれのちょっと簡単なやり方を紹介していきます。はい、まずはですね、このパースの機能をちょっと完全にストップさせます。それはですね、パース定規のレイヤーを選びます。そしてこちらの方にマークがありますね。定規の表示範囲を設定というのがありますね。こちらをクリックします。するとこうやっていろいろ項目が出ます。でこちらの全てのレイヤーで表示っていうところにチェックされてると思うんですけれども、そこを外します。はい、するとこうやってバッテンになって、はい、パースがつかなくなってますね。はい、でこの状態にしてはい、ではですね、メニューの表示を選んで、グリッドを選びます。はい、するとこうやって出てくるんですけれども、でも今ちょっとグリッドに沿って線を引くことができてません。それはですね、こちらの上の方にあるマークがあるんですけども、グリッドにスナップというところを選びます。はい、するとこうやって、はい、グリッドに沿って線を引くことができて、本当に楽に引けるんですね。マスの大きさを調整したいな、もっと小さくしたい、もっと大きくしたいっていう方もいると思うんですけども、はい、その場合はですね、メニューの表示を選んで、こちらの、グリッドとルーラーの設定を選びます。はい、そして、下の方にこの間隔っていうのがありますよね。こちらをこれですね、ここの、矢印をちょんとやると、はい、出てきますので、これで大きくしたり小さくすることもできます。はい、また直接数字を打っても、は
はい、できまして、今回は自分はこのぐらいにしときます。はい、 OK を押します。はい、で、ちゃんとベクターレイヤーになっているか確認して、で丸ペンで線を引いていきます。ランダムでいいので、ランダムっていうか皆さんが好きなやり方でいいので、はい、こんな感じですね。でまた後ろの方にちょっと分かりやすいようにもちょっと色を足しておきましょうか。はい、色は別に普通の、ラスターレイヤーでいいのでこれでやって、でこれも他のレイヤーに、影響できる、色の塗りつぶしでやっていきましょう。ツールプロパティでこれですね、参照先複数を参照ですね、こちらをチェックすればいいかと思いますですね。この場合はこの全てのレイヤーですね、これを選んでおけば、ちゃんと塗りつぶすことができると思います。でちょっとやっていきましょう。今回はちょっとはみ出たりしている部分もありますが、そのままやっていきます。はい、後ろの方にもまた、ビル群を描いていきましょう。はい、こんな感じですね。でこれにまた色を塗っていきましょう。で今度はこの先ほど塗った色よりももう少し薄いやつですね。また新しくラスターレイヤーを作りましょうか。先ほどの色を塗ったものに直接塗ってもいいですが、また一応ラスターレイヤーを作りましょうか。でまた色を塗ります。で、ちょっとグリッドを消しましょうね。はい、こんな感じになります。はい、どうでしょうか。結構ちょっと時間はかかるかもしれませんが、描き方としては簡単だと思うので、もしよかったら皆さんもやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。